空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は1月の8日木曜日でございます。はい、ということで、今日もキンキンにね、朝冷えてますけれども、最低気温0度だそうでございます。そしてね、一面霜が降っております。はい、ということで、今日はね、どうしようかな。午後はね、ちょっと古民家の方でコンクリねるねるね、久々に行ってまいりたいと思いますが、そんなとこかな。はい。あとね、ちょっといろいろ、お話いただいてまして、今度ね、椎茸の原木原木クヌギの木がね手に入りそうなので、チェーンソーもね治ったんで、ちょっとその辺の、木をね原木を切って、持ってきてここで販売しようかなと思っております。ということで、本日もよろしくお願いいたします。ゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。部屋がキンキンに冷えております。はい、ということで写真撮っていきたいと思います。こちら、こちら、こちら、この部屋は暖房がないでございます。はい、写真撮っていきたいと思います。それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。ということでね、前回ね、森林調査行った時に出会ったおじさんのところに、ちょっとね、ちらっと、ご挨拶しに行こうかなと思って、林道をね、森林の中に入っていきました。おじさん、明けましておめでとうございます。この間はすいません。木を切ってやるの？もう木はあるの？切るの？ちょっとできたら切るとこ、ありがとうございます。美味しそう。ありがとうございます。こっちも2釜。で、どっか奥に煙突があるってことでしょ？一番奥に。で、こう空気を送り込んでて、それで何日でしたっけ？3日ぐらい？やっぱりもうなくしちゃったらダメだよ絶対。俺やる。もったいないよ。その技術教えてよ。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日は午後からまた、古民家に行って、コンクリート練り練りしていきたいと思います。ということで、本日はありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、午後から古民家の方にやってまいりました。はい、
ということで、今日はね、コンクリ練り練りの日でございますんで、はい、コンクリを練っていきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。ゲッツ。はい、じゃあね、セメントいっぱい買ってきてもらえておりますんで、セメントを運んでいきたいと思います。よっからセット。よいしょ。はい、じゃあね、セメントね、半分に切っていきますよ。よっこらセット。よいしょ。よいしょ。うわ。よっこらセット。うい。左入れてきますよ。はい、ということでね、冒頭ね、ちょっと森林の中に入っていきまして、以前森林調査行った時に出会ったおじさんと、新年のね、ご挨拶も含めて、会いに行ってきたわけでございます。はい。でね、なぜ会いに行ったかと言いますとですね、一つは、その森林のね、場所の旧所有者の方の名前を聞けばわかるかもしれないということだったので、その所有者の方のね、お名前を持って、行ったのと、それとですね、個人的にですね、実はこのおじさん、炭を作る炭の窯をね、持っておってですね、長年炭を作ってきたということで、ところがですね、もうおじさん年なんで、もうやめようかなと思ってんだよみたいなことをね、ちらっと言ってたもんですから、いやそれはもったいないと、やはりですね、伝統的なね、ものはですね、誰かが引き継いでいかなきゃいけないということで、ちょっとね、どうしても私もその技術をですね途絶えさせてしまうのは良くないと思いまして、ただね全く儲かんないですよらしいんですよ。私もやってないからわからないですけども、手間ばっかりかかっちゃって、全く売れないと、そういう状況らしいんですが、ただですね、いやこういうものはですね、非常に技術がいりますし、オープン。後世にね残していかなきゃいけないんではないかなと、そういうふうに思っちゃったりなんかしちゃったりしたわけでございますね。ということで、今月末ぐらいからね、炭をね、炊き始めるっていうんですかね、作り始めるということをお聞きしてたもんですから、ぜひ教えてくださいということでね、これからちょくちょくちょっと通ってですね、教えてもらおうかなと、そういうふうに思っておるわけでございます。はい。ということで、全くね初めてのね、私のようなですねよそ者の人間なんですけども、非常によくしてもらってですね、なんか夏みかんとかももらっちゃったりなんかしてですね、いやほんと申し訳ないですけど、今度なんか買ってね、
持っていこうかなと思っておりますが、いわゆる炭壺の炭焼きの首相っていうことですかね、に弟子入りしようかなと、そういうふうに考えておるわけでございます。ですのでね、皆さんね、炭がなくなってしまったのはなぜかご存知でしょうか。これはですね、いわゆるガスとか石油とか、あとなんだ、ガス、石油、エアコン、電気ですね、こういうものが普及してしまったがために、昔はね、暖を取るには炭またはね薪でね暖を取っておったわけでございますが、昨今はですね、非常に便利になりまして、灯油を入れれば灯油ストーブと、ガスをひでれば、レンジとかね料理もできますし、ガスストーブもありますし、そして電気をつければエアコンのね暖房が、つくと、そういう便利になりましたけれども、でもですね、じゃあ皆さんね、電気が止まったらどうなるんですかっていうことをね、私はつくづく考えるわけでございます。ガスが止まったらどうなるんだと、石油がね、輸入されなくなったらどうなるのかと、そう考えてしまうわけでございますよ、私の場合はね。ちょっと変わってるかもしれませんが、こういう炭をね、作る技術というのは、少なからず誰かが継承していかなきゃいけないんじゃないかななんて勝手に思っちゃったわけでございます。ということで、次回というかね、ちょっと今後なるべく顔を出してですね、忙しいんですけどね忙しいんですけど、ちょっとね炭作りの、なんていうんですかね、工程をねなるべく見させていただいて、ゆくゆくは自分で作れるようにねなりたいなと思っておる次第でございます。ということでね、本日はね以上となります。ありがとうございました。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。2、3メーター進んだかな。ということで、モルタルミキサーさん、機嫌よくてありがとうございます。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、寒いんですけどね、暑いんですよ。着ると暑いんですよ。ですのでね、風が冷たいんですけどね、なんとか、頑張って、久々にコンクリート練るなりやってみました。ということでね、ちょっといろいろ課題はあるんですけど、いろいろ課題はあるんですよ。なんせね、初めてやったわけですからね、いろいろ課題はあるんですけど、やってんじゃないかなということで、一応依頼主さんもね確認してもらいながらやってるんですけど、クレームもなくねやってますんでね、ただ個人的にはちょっといろいろとね、課題がいっぱいあります。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。ということで、北風ピューピュー吹いてますけど、ありがとうございます。